前回ドノバンの動画を上げて、よし次はブリティッシュフォークの紹介動画を作るぞって思っていたんですが、いざ内容を考えようとしてみたら、あれ自分ブリティッシュフォーク、フォークミュージックのことよく分かってないなと思うようになって、今は考えがよくまとまってないんですけど、とりあえず自分がブリティッシュフォークにハマっていた経緯とかを喋ってみたいと思います。自分が最初にブリティッシュフォークに触れたのはドノバンのサンシャインスーパーマンからですね。なんでこのアルバムを買ったかというと、これも以前バーズの時に紹介したサイケデリックイヤーズ1966から1969というコンピレーションアルバムにサンシャインスーパーマンが収録されていて、それが面白い曲だなと思ってこのアルバムを買ってみたんですね。その時点でこれがフォークという認識ではなくてサイケデリックポップみたいなものだと思っていたんですよ。で、実際聴いてみると意外とアコースティックな曲が多くて、想像していたようなサイケポップとはちょっと違うなと感じたんですね。次はこれですね。シド・バレットのザ・マッド・キャップ・ラフス、邦題帽子が笑う不気味にですね。これもやはりサイケに興味があって、初期ピンク・フロイドのリーダーのソロということで聴いてみたんですね。そうしたらこれもアコースティックギターと歌がメインのフォーキーなアルバムでした。次、ティラノザウルスレックスです。これも先に T レックスが好きになってその前身ということで聴いてみたんです。これに関しては、2人組でアコースティックな音楽性というのを知った上で聴きましたね。この3枚多分90年代中頃に聴いたんですけど、その頃自分はアコースティックな音楽に関心は薄かったです。ビートの強いロックとか打ち込み系の音楽の方が断然好きだったですね。でもこの3枚は当時相当に気に入ってめちゃめちゃ聴いた記憶があります。ただフォークだとかいう意識はあんまりなく、サイケデリックな音楽の一種として聴いていたように思います。それからちょっと時間が空いてこういった CD を買ったんですね。ホープ・サンドバル&ザ・ウォーム・イノベーションズバーバリアン・フルーツ・ブレッド。ホープ・サンドバルという人は90年代から活動しているマジースターというアメリカのバンドのボーカル、女性ボーカルです。で、彼女がマイ・ブラッディ・バレンタインのドラムコルム・オキーソーグと組んだユニットの、これは2001年にリリースされたファーストアルバムです。当時自分もマイブラが好きだったんですけど、音沙汰がなくなって何年も経っていて新作ももう出ないんだろうなって思ってた時期に、マイブラの人がやってんだと、それだけの理由で買ってみたんですね。そしたらもうドハマりで、舌足らずで気だるいボーカルとアコースティックなバックがほの暗い夢の中へ引きずり込むような、暗くて心地の良い自分の好みにバッチリ合う作品でした。ドラマーが中心人物としている割にはドラムは3曲ぐらいしか入っていなくって、アコースティックギターの音色が目立つアルバムです。で、何人かゲストでギターを弾いているんですが、その中にバート・ヤンシュの名前があったんですね。雑誌の紹介文で伝説のフォークギタリストみたいに書かれていて、どんなんなんだろうと思って聞いたんですけど、彼がギターを弾いている3曲目のバタフライモーニング、これを聞いた時なんか独特な響きでいいなってなって、その時バート・ヤンシュって名前が脳にしっかり刻まれましたね。で、そこからまた数年経ってバンド練習でイオン倉敷の楽器屋のスタジオに入ってたんですね。で、その空き時間にバンドの相方が雑誌を買ってたんです。それでスタジオが終わった後、フードコートでなんか食べながらその本ちょっと見せてって言ってちょっと借りてパラパラと読んだんですね。その時見た雑誌がこれです。ストレンジデイズのストレンジフォーク特集。これは2006年10月号になってますね。相方は多分ルーリードの方を目当てに買ったんだと思うんですけど、自分はこれストレンジフォークって何って思って、表紙になっているドノバン以外はもうほとんど知らないのばっかりで、でも紹介されているジャケットとか見ているとなんか惹かれるものがあって、でそのイオンにタワレコがあったんで、ここに紹介されているような CD がないかなって見てみたらこれがあったんですね。バシュティ・バニアンの Just Another Diamond Day、 1970年のアルバムです。本当に数分前まで全く存在も知らなかったし、その時特にフォークに興味があったわけでもないんですが、ほぼジャケ買いみたいな感じでこれを買ってみたんです。で、
家に帰って聞いてみたら、これがなんというか本当に何百年も昔から存在しているような古めかしい印象のアコースティックな曲に、バシュティ・バニアンのくぐもった声でささやくようなボーカル。陳腐な例えかもしれませんが、森の奥深くで妖精が歌っているような、そんなイメージで、めちゃくちゃ引き込まれたんですね。で、ここに特集されているようなフォークミュージックをもっと聴きたいってなって、イギリスのフォークにハマっていったんですよね。ちなみにこの雑誌は借りパクしたわけではなく、後でちゃんと自分で買いました。で、次にこのバシュティ・バニアンのレコーディングにも参加していて、ライナーにも名前が挙がっていたインクレディブル・ストリング・バンドの1968年のサードアルバムザ・ハングマンズ・ビューティフル・ドーターを買ってみたんです。これは1曲目聴いた段階でハマりました。どんどん展開していく曲構成は、計算されているようでいて、適当にやっているようにも聞こえる。どこに連れて行かれるのか迷宮のような不可思議な世界観で、これこそがアシッドフォークっていうやつなんだなぁと妙に納得した覚えがあります。これでハマって当時出ていた紙ジャケ CD は全部揃えましたね。それからちょこちょここのジャンルの CD を集めていたんですけど、自分にとって真打ちって感じたのは、バート・ヤン氏のいたバンドペンタングルですね。ペンタングルはフォークのカテゴリーで語られますが、ジャズ・ブルース出身のドラム・ベースの存在が大きいです。この1969年のサードアルバムバスケット・オブ・ライトを最初に聴いたんですけど、1曲目ライト・フライトのイントロから、そのかっこよさにノックアウトされました。ブラシを使ったドラムパターンとウッドベースのサウンド、それに2本のアコースティックギターが絡み、透明感のある美しい歌声の女性ボーカルが乗ってくる。音楽性はブリティッシュフォーク、トラッドとジャズ、ブルースのミックスで、よくフォークロックって言われることもあるんですけど、ロック的要素はほぼないです。本当に孤高の唯一無二のバンドで、ちょっと別格感がありますね。そしてもう一つ絶対外せないのがフェアポートコンベンションですね。フェアポートはもともとイギリス版ジェファーソンエアプレーンと言われてたぐらいで、ロック色の強いバンドでしたが、リージ&リーフというアルバムでブリティッシュトラッドをエレクトリックなロックのスタイルでやるということをアルバム全体でやってみせて、イギリスのフォークロックというものを確立させました。個人的にはフェアポートコンベンションって最初ピンとこなかったんですよね。それがこのリージ&リーフの前のアルバムアンハーフブリッキングを聴いてた時、時の流れを誰が知るという曲で、うわーってなって、なんていういい曲なんだってなって、そこから好きになっていきましたね。ストレンジデイズの特集を読んだ2006年秋頃からこの辺りを聴いていって、自分の聴く音楽の中で結構大きなウェイトを占めるようになったんですね。でもその割にはブリティッシュフォークってどういうものかと聞かれるとよくわからない、アメリカのフォークとどう違うのかもなんとなくの雰囲気でしかわからない。そこでいろいろ調べようと本とかネットの文章を読んでみると、意外なことが書いてありまして、ざっくり言うとブリティッシュトラッドというのは本来無伴奏で歌われていたが、それがアメリカのフォークリバイバルの影響からギターでの伴奏でも歌われるようになったということ。これはちょっと驚きましたね。ギターを伴奏に使うのが一般化したのは1960年代に入ってからみたいです。乱暴に言うと、今ブリティッシュフォークと言われているものの多くはイギリスのトラッドとアメリカの音楽と掛け合わせたミクスチャーなものになっているんですね。また他にも、例えばニック・ドレイクのようなシンガーソングライターもブリティッシュフォークの範疇に入っているし、インクレディブル・ストリングバンドやティラノザウルスレックスなどのアシッドフォーク系になってくると、もっと無国籍な感じになっています。またややこしいなと思うのがケルトミュージックという言い方もあって、多くの場合イギリス北部スコットランドとアイルランドの伝統音楽にルーツを持つものを指すようですが、結構曖昧な感じですよね。ウィキペディアとかを見ると、1990年以降に民族音楽を世界に売り出すため分かりやすい商標として用いられたみたいな書かれ方もしています。だからブリティッシュフォークと一言で言っても本当に多種多様で、自分も CD 買ってみたら全然イメージと違うものだったってことが多々ありました。なのでブリティッシュフォークを系統立てて
総括的に扱った本があればと思ってたんですけど、今のところそういったことを勉強するのに役立っているのがこれですね。小西勝さんという方が書かれた英国フォークロックの攻防という本というか、ブリティッシュフォークについて書かれた日本語の本で現在入手しやすいのはこれぐらいしかないんじゃないですかね。同じく小西勝さんが監修したブリティッシュフォーク&トラッドロックっていうディスクガイド本があったんですけど、今は入手困難になってますね。これは当時本屋さんに並んでいるのを見たんですけど、買っとけばよかったなとかなり後悔しています。単純に音楽を聴いて楽しむだけなら、ジャンルがどうとかルーツがどうとか実際はどうでもいいことだとも思うんですけど、やっぱりこうやって動画にして人に伝えようとすると、あんまり適当なことは言えないなと思ってるんで、もっと勉強したいなというところです。総合的なブリティッシュフォーク紹介動画を作るのが難しいなと感じて、今回のような動画になったんですけど、アーティストごとのおすすめ動画はやりたいですね。ペンタングルとインクレディブルストリングバンドは絶対動画にしたいです。フェアポートコンベンションもやりたいですね。はい、ご視聴ありがとうございました。